今回はこのようなキャットウォークを作りましたので、作成過程の一部始終をご紹介いたします。ちなみに私、DIY は我流も我流、素人中の素人。おまけに最近までね、DIY が Do It Yesterday の略だと思っていたほどの腕前ですので、お手本動画ではなく、参考のね、動画としてご覧いただけるとちょうど良いかなと思います。ではね、まず全体の大きな流れをご説明いたします。こちらがキャットウォーク作成の流れです。計画、設計、調達、作業と、ちょっとね、とっつきにくい言葉が並んでますので、わかりやすくするとこんな感じです。妄想、ホム線、大工。ではね、順番にやっていきましょう。まずは妄想からですね。これはキャットウォークを作る場所、それからどんな形にするかを妄想する作業です。私もね、日々人様にはとても言えないことを妄想しており、妄想族特攻隊長の名を欲しいままにしておりますが、そのあまりある妄想力を少しだけ猫のために使ってあげるだけで、十分かと思います。合わせてインターネットでね、キャットウォーク、DIY などで検索すると、いろいろなアイデアや専用の商品が見つかると思いますので、そちらもね、活用してみてください。画像検索なんかも非常に有効です。ちなみに別の妄想をする際も画像検索は非常に強力なツールとなります。それでは次の工程に行きましょう。次は絵ですね。妄想した内容を絵に描いてみます。絵心は全く必要ありません。定規と鉛筆で描いていきましょう。できれば適当な絵じゃなくて縮尺を正しく描くと現実的な設計図になると思います。今回は現実の10センチを紙の上では1センチとして描いています。ここで猫の動線やそれから材料のね量を計算しておきましょう。何回もねホームセンターに行き直すのは面倒なので一発でビシッと決めてください。ちなみに私は 3,4 回買い直しに行きました。ここでポイント1、後の工程に行くほど間違えた時の手戻りが大きいです。材料をね買い足したり、不要なものをね買ってしまったりしてしまいます。設計段階であれば紙の上で線を消しゴムで消して鉛筆で引き直せば修正できます。ですのでね、ついね適当にやってしまいがちですが、設計はしっかりやった方が後々楽です。まるで人生のようですね。大人になってから転職するのは非常に大変ですが、子供の頃の夢であればそれこそね妄想の方向を変えることでその後の人生が180度変わるかもしれません。私もねパイロットになる夢を変えなければ今頃 DIY などやらずに雲の上を飛んでいたかもしれません。それではね、次はホム線ですね。簡単に言うと買い物です。ここでポイントに、ホームセンターの DIY コーナーに行くと大工さんっぽい人しかおらず、ついね萎縮してネットで買えばいいかな、そっちの方がたくさん種類があるしと、自分にですね言い訳をして帰ってきてしまうことがあります。どこの誰とは言いませんが私ですね。しかし安心してください。9割方はプロの雰囲気を醸し出した素人のはずです。逆にその方々を萎縮させるつもりでですね、腕組みをしながら材料を確認し、なるほど、これはいい素材を使ってるな、などと適当なことをつぶやきながら買い物をしましょう。一部のプロからは痛い人と思われますが、9割を騙せれば問題ありませんし、その人たちとあなたは二度と会うことはありません。これであなたもプロの日曜大工さんです。もし知り合いに出会ってしまった場合は、ひたすらドッペルゲンカーの話を力説することで乗り切りましょう。買い物の様子まではね、撮影していませんので、買ってきたものをご紹介いたします。ところどころ子供のセクシーショットが映っていますが、気にしないでください。この長い木材が 2x4 材と言われるものですね。2x4 というのは多分規格ですね。規格に沿って大量生産しているので、めちゃくちゃ安いです。1本548円でした。6本買っても3288円です。次にこれ 2x4 材を縦に設置するために使用するアジャスターですね。 Amazon で1個905円、6個で5430円でした。はい、でこちらがですね、猫の足場になるパイン材と呼ばれるものですね。長い方が1個2280円、短いのが1180円ですね。計5740円となります。続いてこれが棚受けと呼ばれるね、板を壁に取り付けるためのものですね。楽天市場で1個591円。
今回は22個買ったので13,002円でした。続いてこれが今回の目玉の一つ、ハンモックですね。結局使ってくれなかったわけですが、こちらがですね Amazon で929円でした。それからハンモック用のでっかい棚受け、こちらが1806円です。そしてこれがもう一つの目玉ですね。透明な床です。猫をね下から覗くことができる卑猥なアイテムです。こちらは Amazon で9900円でした。それではね、最後に大工の工程に入っていきましょう。大工の工程はさらに以下の通り3つに分かれます。木材加工、支柱となる 2x4 材の設置、足場の取り付け。これもね、分かりやすく言うとこんな感じです。切る、立てる、ネジ止めする。こうなります。それではやっていきましょう。まずね、支柱となる 2x4 材ですが、アジャスターで固定するため、天井の高さマイナス 95mm の長さに切っていきます。誤ってね、マイナス 95cm にしてしまうとどえらいことになるのでご注意ください。まずはこのように長さを測って印をつけていきます。次にね、足場となるパイン材。こちらもね、同様に設計図通りの長さを測って印をつけていきます。今使っているような直角の定規があると、角をね、使って垂直に線が引けるので非常に便利ですね。角を使うのはいいですが、普段の人間関係では角が立たないように注意しましょう。では、切るの工程に行きましょう。今回はね、このジグソーという、某ね、ホラー映画の黒幕の名前のような、道具をね、使用します。小学校の頃にね、使った電動糸の子に似ていますね。ちなみにね、私、図画工作クラブというクラブに入っていたのですが、電動糸の子でね、木材ではなく、爪の先端をね、切ってしまったことがあり、軽くトラウマを抱えています。ではね、トラウマを払拭しつつ、作業を行っていきましょう。こんな感じで、サクサク切断していきます。本当はね、作業台があれば良いのですが、DIY 初心者の私はそんなものを持っているはずもなく、今回は急遽ですね、スライムくんのお家を間借りさせてもらっています。ちなみにこのスライムくんは埴輪です。パイン材も同様に切断していきます。ちなみにパイン材は日本人の9割の人がパイナップルの木だと勘違いしていそうなものですが、実際はですね、松の木だそうです。紛らわしいので松材に改名してほしいですね。で、木材の切断面なのですが、これね、私が下手なだけかもしれませんが、このように、バリっていうんですかね、ささくれの集合体みたいなものがついてしまいます。ですのでね、こちらをヤスリで落としていきます。非常に地味な作業ですが大事です。もしね、ささくれが指にでも刺さって抜けなくなろうものなら、少しずつね、心臓に向かって進んでいくという都市伝説の恐怖に怯えながら生きていかなくてはいけなくなりますので、面倒くさがらずに、きれいに取りましょう。続いてね、足場となる板のこの角ですね。これ頭をぶつけると、むちゃくちゃ痛いです。体験談です。ですので、こちらもね、ヤスリで角を取ってしまいましょう。板も人間も最終的には丸くなることが大事ということですかね。それじゃあ次に立てるの工程です。このアジャスターを使っていきますので開けていきましょう。開け方が違う気がする。面倒なので箱を破壊していきます。私ですね、プレゼントの包装なんかも綺麗に開けられた試しがないんですよね。ちなみに最近はプレゼントをもらうことすらなくなってきた今日この頃です。こんな感じで 2x4 材の上下にすっぽりはまるサイズになっています。では立てていきましょう。立てるときはこの水平器を使って垂直に立ててあげると良いかもしれません。三半規管がね優れていて水平を取るのは自信があるよという人はね使わなくても大丈夫です。アジャスターを仮止めして水平器を確認して再度アジャスターを締めて固定します。それではね残りも立てていきます。当然ですけどね正確に木の間隔を測って立ててください。
ここで失敗すると手戻りも大きいです。木材は立っても後悔が先に立たずという状況になってしまいます。では続いては最終工程、ネジ止めするの工程に入っていきます。ここではね、インパクトドライバーという道具を使っていきます。これがあるとないとでは効率が段違いというかですね、もう多分ないと無理なので、ぜひね、準備してください。名前もなんかセカンドインパクトっぽくてかっこいいですね。では設計図通りの高さを測ったら、木ネジというね、ネジで留めていきます。これね、私はそのまま無理やり打ち込んでいますが、本当は下穴をね、開けた方がいいらしいです。後からね、知りました。下穴を開けないと、木がね、割れたりしてしまうらしいので、インパクトドライバーはね、先端をドリルにも変えられるので、下穴を開けてからやった方が無難です。それではね、棚受けの取り付けが完了したので、板を乗せてみましょう。ここでもね、水平器を使って水平を測ってみます。バッチリですね。しかしこれ作ってから水平じゃなかったらやり直すんですかね。正しい順序が分かりません。それではね、足場をつけていきましょう。結局ですね、一度全部外して、この棚受けのこの金具をですね、足場のこの板につけてから、支柱に取り付けました。はい、水平もバッチリですね。皆さんも作業スペースを計算に入れるよう気をつけてください。結局どの作業手順が正しいのかよく分かりませんでしたが、私は、足場の板にね、棚受けを取り付けてから支柱に固定するという順番がやりやすかったので、その方法でやっています。ここら辺はプロのね、ノウハウがあると思うので、正しいやり方を検索するなりしてやってみてください。とりあえず4段完成したので、休憩を兼ねて猫たちを呼んでみましょう。それじゃあね、本日はキリがいいですし、猫たちが可愛すぎて仕事をする気が失せてしまったので、この辺にしようと思います。では翌日です。とりあえず全てのね、板に棚受けをつけてしまいました。じゃあやっていきましょう。ここら辺はね、同じことの繰り返しなので、超早送りをしていきます。はい、板は完成ですね。続いてハンモックを取り付けます。金具で取り付けるタイプですね。この L 字の棚受けにつけようと思います。こちら側はなんとか入りました。こっちは入りそうもないですね。ということで、このね、結束バンドがあったので、これを使おうと思います。耐荷重は7キロなので大丈夫そうですね。念のため、片側3個、計6個取り付けました。なんと、ネジが折れてしまいました。ちょうどね、この木材の、これなんて言うんだろう、台風のね、目みたいなところに当たってしまって、折れてしまったようです。再度、ずらしてトライしてみましょう。はい、OK です。それではね、最後に透明板をつけていきます。猫を下から盗撮するにはもってこいの、大変卑猥なアイテムとなっております。ちなみにこれ、本当はですね、石膏ボードという材質の壁に取り付けることを想定しているようですが、私はね、木材に直接打ち付けてしまいます。本来メーカーが想定した取り付け方ではないので、真似をね、する場合は自己責任でお願いします。
それじゃあ猫たちと遊んでみましょう。前の動画でも説明しましたが、結局ね、ハンモックは乗ってくれないのと、あと固定が少し不安定なので、外してしまいました。それ以外はね、無事猫たちのお眼鏡にかなったようです。私自身も、作成のね、過程を楽しむことができました。既製のキャットタワーなどもね、たくさん売っているので、それらを利用するのもおしゃれだし、安全だしね、非常にいいなとは思います。しかしね、猫がね、こんな風に遊んでくれるかなとかね、想像しながら、自分で作るのも非常に楽しい時間です。自分でね、作ることで、世界で一つのキャットウォークができます。私のようなね、電動糸のこで指を切ってしまうような人間でもできたので、ぜひ、皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それではね、本日は以上となります。週末はね、この部屋でライブ配信なんかもやってますので、チャンネル登録の上、ぜひ生の猫たちの姿を見に来てください。また、ママブログもやってます。私がね、仕事でいない時の猫たちの姿をご紹介していますので、ぜひご覧ください。ではまた3、4日後にお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。